皆さんこんにちは、よそうです。今回は P3R コラボによって実装されたシーズリーダー誠の性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。誠は火炎属性の単体アタッカー、特別課外活動部シーズのメンバーである誠は通常の怪盗団とは異なるギミックを持っています。まずは支援スキル。シーズメンバーは銃を持たないため通常怪盗団のような銃攻撃を行うことはできませんが、その代わり戦闘中に1回だけ使える支援というスキルがあります。支援スキルはターン消費なしで使うことができ、誠の場合は味方1体の攻撃力を1ターンの間 20% 上げるというものになってます。そしてもう一つ、シーズメンバーはハイライトの代わりにテウルギアを使用します。パーティーで共通のゲージを使うハイライトとは異なり、テウルギアのゲージはシーズメンバーがそれぞれ1つずつ持っています。テウルギアゲージは毎ターン3分の1溜まっていくため、3ターンに1度テウルギアを使用することができます。誠はアルダナとカデンタ2種類のテウルギアを持っており、どちらのテウルギアを使うか選択することができます。アルダナは敵1体に火炎属性の特大ダメージを4回与え、さらにスキル3で消費する特殊月相を1層獲得します。アタッカーである誠のメインのテウルギアになってます。カデンタは味方全体の攻撃力というダメージを2ターンの間アップさせ、同じく特殊月相を1層獲得します。誠は味方へのバフもこなすことができますね。それでは支援、テウルギアと見てきましたので、誠の通常性能も見ていきましょう。誠は月相というポイントをためスキル3で大ダメージを与えるキャラクターです。月相はスキル1、スキル2で獲得できるほか、1ターンに1度味方からのバフ、回復、シールドをもらうことによっても獲得できます。スキル1は敵単体に火炎ダメージを3回与え、月相2層獲得します。そして2ターンの間スキル3のダメージをアップします。スキル3のダメージを伸ばすため、まずはこのスキルから使っていきましょう。スキル2は2ターンの間味方全体のクリティカルダメージをアップし、さらに自身の攻撃力をアップします。そして追加で月相を2層獲得。誠はアタッカー運用が強力なためあまり使うことはないスキルですね。そしてスキル3。スキル3は月相2層以上持っている時に発動できます。自身が持つ月相全て消費し、消費した数だけ相手に火炎属性の大ダメージ。月相4層を持っていた場合は貫通と余ダメージがアップします。さらにテールギアで獲得した特殊月相を消して相手に特大ダメージを与えます。スキルのダメージ倍率が高く、準備を整えれば超火力を出せるスキルになってます。誠の使い方ですが、スキル1、スキル3の順番に使っていくだけで OK です。味方からのバフと回復で月相を獲得するため、1ターンに1度はバフか回復を使ってあげられるようパーティーを編成してあげましょう。誠のスキル一覧がこちらになってます。誠は月相1つでも持っている場合、自身の貫通を 12% アップさせる効果を持っています。さらにテールギアを使うと味方の語彙力を 40% アップ、シーズの味方はさらに 20% アップする効果も持っています。追加で味方からバフ、回復、シールドを受けた時、自身のクリティカルダメージを 7.2% アップします。こちらは2ターン継続し最大3層まで獲得できます。味方からの支援で自身の火力を大きく上げ、同時に味方への支援もこなすことができるシーズのリーダーにふさわしい超強力な性能ですね。誠の武器効果一覧がこちらになってます。星5武器は攻撃力アップに加え、月相を獲得した時にクリティカル率アップ、さらに4段以上のスキルダメージを与えるとき余ダメージがアップします。誠の攻撃性能を大きく上げる強力な星5武器です。星4武器は味方全体にバフを与えるものになっており、バフ役兼サブアタッカーとして使う場合は星4武器も悪くないですね。誠のおすすめゲージカードセットがこちらになってます。バージョン4で新たに追加された執着と希望のセットが強力です。テールギアを使うことによって大きな攻撃力バフを獲得しながら、希望とのセット効果で多段ヒットによる火炎ダメージを伸ばしてくれます。おすすめメインステータスは通常のアタッカーと同様、月がダメージボーナスか攻撃力、星がクリティカル率かクリティカルダメージ、辰が攻撃力になってます。サブステータスは貫通かクリティカル系統を中心に上げてあげましょう。誠の凸効果一覧がこちらになります。誠の性能を大きく上げてくれる強力なものが揃っています。1つ目は各スキルの性能アップ。スキル1のヒット回数が1段増加、スキル2はバフで味方の貫通を追加でアップ、スキル3は月相4層を持つときクリティカル率が 16% アップします。2凸効果は自身のターン開始時月相4層を持っているとスキル2が自動で発動するという強力なものです。誠自身の攻撃性能だけでなく味方全体にもバフを広げることができます。4凸目はテウルギアの性能アップ。カデンザは追加で味方の余ダメージを 10% 上げ、アルダナはヒット回数が1段増加します。
そして6つ目はテールギアを使用するときもう片方のテールギアが自動で発動するというとんでもないスキルになってます。さらにスキル3使用時特殊ゲストを持っていると余ダメージが 20% アップ。そしてさらに誠が致死量のダメージを受けたとき HP が1残って仮死状態に入り、仮死状態中に回復を受け HP が 25% 以上になれば仮死状態が解かれ復活するという能力を持っています。ペルソナ3の最終決戦を意識した食いしばり能力ですね。誠は2凸が特に強力なんですが、1凸と星5武器を比較すると星5武器の方が優勢になってます。それでは誠のおすすめパーティー編成についてです。誠はバフ役としても運用できますが、アタッカーとしての性能がとにかく強力なので誠を中心にパーティーを編成してあげると良いでしょう。サポート役としては火炎属性の味方の攻撃力を上げてくれるハウラー、味方の貫通を上げてくれるターボがおすすめになってます。タナーヒットアタッカーへの支援性能が高い正月リコもおすすめで、正月リコは1凸しているなら最も相性がいいです。コードと編成する場合は注意が必要で、スキル3のハイライトを使う効果はテールギアを発動することはできません。耐久役としては定番のチェリッシュやマリアンを編成してあげると良いと思います。ナビ役はアンジュが最も相性が良く、次いでナビ、他のキャラクターになっていきます。ワンダーのおすすめペルソナは新たに追加されたザオゴンゲンがおすすめです。ザオゴンゲンは相手にダメージを与えることで味方のアタッカーの攻撃力と余ダメージをアップし、さらに専用スキルでは敵が火炎属性のダメージを1段受けるごとに受けるクリティカルダメージを 3% アップするという効果がついています。火炎のタナーヒットアタッカーである誠との相性は抜群です。もちろん定番のサポーターであるディオニュソスも相性抜群です。ディオニュソスのバフとザオゴンゲンのダメージを交互に使ってあげるのが良いと思います。それでは誠の強み弱みについて見ていきましょう。誠の強みはその攻撃性能です。誠は単体でも様々なバフを持っており、なおかつスキルのダメージ倍率もかなり高いため、他の単体アタッカーと比較してもかなり高いダメージを与えることができます。現環境最強の単体アタッカーだと思います。そして味方からバフ、回復、シールドを受けるだけで自身を強化することができるため、様々なキャラクターと一緒に編成しやすくパーティーが組みやすいのも魅力ですね。さらに味方へのバフもこなすことができるため、将来的に複数のアタッカーを同時に編成するパーティーが主流になった場合も活躍することができます。そしてシーズメンバー特有のテールギアと支援というシステムも強力ですね。テールギアはハイライトゲージとは独立しているため、他の味方にハイライトを使わせることができますし、普段ほとんど使わない銃撃の代わりに支援というバフがついているのも本当に強いです。誠の弱みは当たり前ですが単体アタッカーであるため、複数の敵を同時に相手にするのは苦手という点ですかね。ただしそれ以外は使いやすく高火力で独自ギミックを持っている文句なしの超強力なアタッカーだと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。最初のシーズメンバーとして実装された誠、大変強力な性能でなおかつ独自ギミックを持っており、誠のターンは P3R を意識した UI に変更されるなど使っていても非常に楽しいキャラクターになっています。ぜひ引くことをお勧めしたいキャラクターですね。現在 P3R イベントで開催されているタルタロスではキャラを引いている引いていないにかかわらず誠を使用することができるので、そちらでお試しで使ってみるのも良いと思います。このチャンネルではこれからも P5X に関する攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。